おはようございます。たかしです。本日は7月28日金曜日、ただいま9時22分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。しばらく休止してました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日大きめの陰線になってきましたね。これ夜中に出たニュースが原因なんですけれども、GMMA、冷やしの GMMA の青帯に現在深く突き刺さってきてます。以前にも言ってましたが、この上昇っていうのは押しがかなり浅いので、もう一段下落する可能性がありますよって言っておりました。それが今ちょうど達成された形ですね。ただ現在地で止まるのか、もう一段深く入るのかっていうところは分かりませんけれども、今下落に入っていて、冷やしでは下落トレンドを描いてきているんですね。となりますと、次反発上昇からのもう一段下落っていうところを考えておきたいですね。その場合は172.999 というここ、フィボナッチリトレースメントのラインがあるんですが 38.2%、 このライン付近ですね、約173円というところ、そのあたりを目指して下落してくる可能性がありますので、ここからの下落ってなると173円が次のターゲットと考えております。ただし今は冷やしの GMMA に突き刺さってきておりますので、ここから一度大きく反発する可能性もあるので、その辺は見ておきたいところですね。反発上昇したところからの戻り売りっていうのを考えておくといいと思います。ただ今冷やしのトレンドラインは下抜けてはきてますけれども、冷やしの上昇トレンドをまだ崩したわけではありませんので、まだここから最高値を目指して上昇する可能性もゼロではありませんので、戻り売りしか考えていないとそこの考え方が欠落しますので、どちらに動いてもいい準備はしておく方がいいと思います。基本的には買い足では今昨日の強い下落があるので、上がったところから売っていくっていうのがいいんですが、冷やし単位での上昇に入ってもおかしくない、そういうところでもありますし、 23.6% も達成してきたので、もしかするとここから次は今一旦下落してますが、ここで下落が終わって冷やしでの上昇に入っていく、そういう底固めをするような期間に入ってくるかもしれませんので、その辺は注意です。では4時間足です。4時間足はここ N 波動を描いておりますね。綺麗に N を描きながら下落してきました。そして昨日の強い下落で、現在は下髭も出しておりますので、この辺が一旦の下げ止まりのポイントですね。先ほど冷やしで見てましたように 23.6% ラインでもありますので、一旦は下げ止まると思います。で、ここで底固めをするのであれば、昨日高値ぐらいまで再び上昇する可能性もありますし、一旦上昇してからの基本は戻り売りっていうのを考えておくのがいいので、一度上昇するのを待ってそこからの売りを検討しておく。それが昨日安値を下抜けられるかどうかっていうところに注目ですね。昨日安値を明確に下抜けるような動きをするのであれば、先ほど冷やしで言った 38.2% ぐらいまで下落すると思います。4時間足ストキャスティクスはそろそろ安値圏に来てますので、ここからの売りエントリーっていうのは優位性がありませんので、一旦上昇するのを待ちましょう。ただし昨日の下落かなり強くって MACD すごく弱いんですね。ですので上昇はあまり大きなものにはならないかもしれない。現在地付近でもみ合いになるのか、浅めの上昇からの次の下落になるのかっていうところを見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足には昨日の高値安値というところにフィボナッチリトレースメントを引いております。本日はこのラインを参考にしながら戻り売りポイントを探していくのがいいと思ってます。現在は 23.6% まで一度昨日は戻し、そこからの売りになってきておりますので、ここで15分足でダブルボトムを作って上昇するのかどうかっていうところですね。ただ昨日の戻しはまだ結構浅めですので、もう一段の上昇っていうところは考えておきたい。その場合は一応1時間足の GMMA と接触するぐらいのところっていうのを考えておくといいと思いますが、目安としては 38.2% とか 50%、 このあたりまでの上昇ですね。179円台ぐらい、179円から 179.5、 そのぐらいの戻しを目安に考えておく。次の売りポイントを考えておくといいと思います。そのあたりまで上昇してからの次の下落の流れを見ておくといいと思いますが、もしかすると昨日の下落からの V 字での上昇っていうことも考えられますので、かなり強く上昇してきた時は戻り売りを考えるのではなく
く一旦様子見がいいと思います。その場合は1時間足の GMMA を一度上抜けて、次1時間足の GMMA でサポートされるような動きをした場合ですね、一旦上昇して GMMA の青帯を上抜けて、次 GMMA の青帯にサポートされてからの上昇というのを見ておく。もし V 字でどんどん上昇していく場合は一旦は様子見ですね。買い足でそれに乗っていくことも可能ですけれども、今基本的には下落が強くなってますので、どこで戻してくるかが分かりませんし、上昇していった場合もしっかり押しを待ってからの次の上昇、そして1時間足の GMMA の上に乗せてくるということが前提ですので、1時間足の GMMA を上抜けてその上に乗せてくるまでは基本的には戻り売りで考えておくのがいいと思います。そして現在地ではまだ戻しが浅いので、この浅めの戻しから下落するっていうことも考えられますが、次の下落、現在地でしっかり戻しをつけずに下落してきた場合は、騙しでの上昇には注意が必要です。もし現在地でレンジを作るような動きをするのであれば、そのレンジの上限から売っていく。そして 38.2% のラインぐらいまでの下落を見ておくといいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。